今回は、1泊2日で、桜が満開の岩手県盛岡市を巡ってみました。まずは、盛岡市にある、高松公園を散策していきます。こちらの公園は、桜のシーズンになると、屋台も出店しており、一周すると車を呼び、レンタカーでないと回るのが厳しいぐらいの範囲で、桜が咲いています。強風で、屋台が倒れていました。これは、やばいですね。なお、貸しボートで池を散策することもできるようです。園内には、このようにお地蔵様もありました。池に沿って、どこでも散策することができます。こちらは、よく桜のガイドなどで目的地に指定されていますが、このように桜を間近で見ることができます。今回も、ジーンズ履いています。これは、仕方ないことです。こちらは、フォトスポットになっています。それでは、記念撮影したいと思います。イエイ。記念撮影を終えたので、さらに奥へ歩いて行けるかと思ったら、めっちゃ距離があったので、バスで盛岡中心部に戻っています。それでは、昼になったので、盛岡のソウルフードのぴょんぴょん社で昼食とります。ぴょんぴょん社は、盛岡冷麺と焼肉をメインに取り扱うレストランです。それでは、石焼きビビンバは固まる前に先に少し食べておきます。石焼きビビンバも美味しいですね。それでは、メニューがすべて到着したので、他も食べていきます。こちらが、ぴょんぴょん社を代表するメニューの、盛岡冷麺です。盛岡冷麺らしい感じに仕上がっています。こちらは、韓国の巻き寿司のキンパです。ごま油が効いていたり、韓国風の味付けです。ごちそうさまでした。どれも美味しかったです。それでは、食べ終えたので、これから歩いて盛岡駅西口の橋を渡り、様々な博物館などがあるところへ向かいます。橋を渡る前にある小さな公園では、桜とともに、盛岡駅東口のタワマンを眺めることができます。そして、いよいよ橋を渡っています。橋から、このように桜とともに新幹線の走行風景を撮影することもできます。
福石川を渡っています。その後、様々な博物館などがある中央公園に到着しました。中央公園には、科学を堪能できる盛岡市子ども科学館、先人の歴史を堪能できる盛岡市先人記念館、美術を鑑賞できる岩手県立美術館、遺跡を体感できる盛岡市遺跡の学び館、そして2026年4月にオープンしたポケモンの公園があります。この中で、ポケモンの公園には子供たちが遊んでいたので、先に子供科学館のオブジェで撮影します。いい感じで撮影できました。その後、まだ子供たちが遊んでいたので、盛岡市内を一望できる高台に向かっています。高台からは、このように市内を見下ろすことができます。盛岡市内最高層のビルを背景に記念撮影完了。それでは、さすがにキリがないので、石つぶて公園に向かいます。それでは、開業したばかりの石つぶて公園に到着したので、見ていきます。しっかり、ポケッタもありました。岩アークの裏側です。ちなみに、お子さんは特に登らないように注意記載されています。ルール厳守です。その他の地域のポケモンの公園同様に、ポケモン仕様のブランコなど健在です。それでは、最後に岩アークが大人から見てもどれだけ大きいか検証します。さすが、岩アーク。大の大人から見てもかなりでかいです。それでは、ホテルのチェックイン時間までだいぶ近づいたから、もう一度橋を渡り、戻っています。今回、宿泊するホテルは、スーパーホテル盛岡です。チェックインが完了したので、4階にあるお部屋に向かってます。今回のお部屋は、このようにスーパーホテルらしい感じでした。それでは、ルームツアーを終えたので、徒歩で盛岡城跡公園に向かっています。なお、この日はすでに万歩計3万歩以上超えてました。ようやく、盛岡城跡公園に到着しました。すでに、とても美しい桜を堪能できます。それでは、盛岡桜まつりの会場をダイジェストに紹介しながら風景を巡っていきます。こちらには、巨大迷路と多数の屋台があります。なお、巨大迷路は全て集めるとご褒美もらえるようになってます。屋台は、揚げ物や炙り物、焼き物など定番が多いです。それでは、これからフィナーレまで頑張ります。美しすぎる花を飾ることができるのは、素晴らしいですね。春一色ですね。
こか、盛岡城跡の看板もありました。スーパーホテル盛岡に戻り、これから寝ます。おやすみなさい。おはようございます。先に、ホテルの朝食をとったので、これからもう一度、盛岡城跡公園に向かい、一部イベントが追加したようなので、向かいます。城跡公園に戻る前に、前日に行けなかった石割桜を見ていきます。こちらが、石割桜です。石割桜を見たので、城跡公園に向かいます。このように、気分は花見ですね。城跡公園に戻ったので、どこが違うか散策します。桜の木と共に撮影できます。こちらが前日にはなかった屋台です。こちらは特定日のみの開催となっています。それでは屋台で盛岡のソウルフードの薄焼きを買ってみました。お好み焼きとか、もんじゃ焼きを薄く巻いたような感じで、美味しかったです。このような感じで、今回の旅はこれで終わります。興味を持った方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。